はい、皆さんこんにちは。今回の通知書は年金請求書です。はがきサイズ、A4 版サイズと両方あって、種類数が3、年金ネットの電子版にはありません。配布時期は初めて年金を受け取る時の3ヶ月前や65歳になる時に送られてきます。何のための通知書なのか、その目的とは、どのぐらいの費用がかかっているのか、その必要性はを調査してみました。それでは最後までお聞きください。はい、まず全体概要。目的ですね。年金請求書を発行する目的は、初めて年金をもらうための事前の提出書類という位置づけになっています。年金はどこに振り込んだらいいの？その明細書はどこに郵送したらいいの？家族構成を教えてもらうと対応できる年金が増えるかもと考えると重要な書類だと思います。ですので、年金請求書というよりは、年金申込書という名称だったら分かりやすいのになぁと思うんですよね。はい、まず概要ですけど、黒丸の1、2、3と3種類あります。まず1つ目、年金請求書事前送付用と。こういう図のような A4 サイズであり、その封書に入って送られてきます。年金受給開始年齢付きの3ヶ月前に到着するということですね。で、誕生月の末までに報告しないといけないというようなルールになっております。どんな方に送られてくるのかと、年金を10年以上払っている方ですね。その中で厚生年金も1年以上払っている方に、こういう A4 の通知書が送られてくるということです。65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方、厚生年金の方ですね。これが私が対象でございまして、私は62歳の時に特別支給の老齢厚生年金をいただきましたので、この年金請求書というのが送られてきていたということになります。それから65歳の時に老齢基礎年金を受け取れる方、この方は国民年金に加入されている方ですね。自営業の方となるでしょうか。特別支給の老齢厚生年金とは何ぞやということで、ここに QR コードを載せさせてもらっています。老齢基礎年金とは何ぞやということで、これもここに QR コードを載せておりますので、それぞれスマホのカメラで読み込んでいただくと、日本年金機構のその関連するところに飛ぶようになってますんで、一度ご覧になってみてください。それから2種類目、3種類目、年金請求書、これははがきということで、ここにこういう図のようなはがきサイズで送られてきます。で、誕生月の末までにこれ記載して送り返さないといけないというルールになっております。特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳になるときにこの用紙が届きました。私も年金請求書事前送付用が62歳で届いたんですけども、3年後65歳になろうとしているときに、この丸2の方の年金請求書が届きました。下級年金欄があるのとないので2種類あるということですね。下級年金っていうのは、配偶者、妻がおられる方、いろいろ要件がありますが、妻がおられる方に年金がプラスされると。詳しくは、ここの QR コードをスマホのカメラで読み込んでいただくと、これも日本年金機構のリンク先に飛ぶようになっております。それから、繰り下げ受給の希望欄があるということで、この赤枠の両方に、繰り下げを希望される方は、どちらかにこう丸をつけるようになってますですね。繰り下げ、繰り上げとは何ぞやということで、これも QR コードを載せておりますので、ご参考までに見ていただけたらと思います。概算費用ですね。それぞれの種類の概算費用をちょっと出してみました。1種類目の年金請求書事前送付用は
配布枚数が、これは日本年金機構の令和2年度分主要統計データから引用させてもらいました。129万9582枚というふうになっております。年金請求書はがきの方は、2種類が別々じゃなくて合算した数値しか載ってなかったんですけど、97万9921枚と、令和2年度分ですね、載ってましたので、これを参考にさせていただきました。それから単価というのは、今までの動画で紹介させてもらってますけど、一応推定で圧着はがきですと単価60円。A4 版の封書は200円。それからはがきの封書、A4 版の半分ということで100円とさせていただいております。で、掛け算しますと、1種類目の年金請求書事前送付用はなんと2億6000万円です。それから年金請求書はがき用は100円かけますと約1億円と、合わせて3億6000万円作成費用、発送費用ですね、概算かかるんじゃないかなと思っております。年金請求書事前送付用というのは、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取る方と、65歳からの老齢基礎年金を受け取る方に送られる通知書ですね。2種類目、3種類目というのは、年金請求書はがきは特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳になるときに送ってくるまたはがきですね。ですから私62歳でこの A4 版の封書が来て、65歳になったらまたはがきが来てと、そういうようなことになっているわけですね。特別支給の老齢厚生年金とは、男性は昭和36年、1961年4月1日以前生まれた方が対象ということになっています。女性の方はその5年後ですね、昭和41年4月1日以前に生まれた方までがもらえる厚生年金ということになってますね。ちょっと私もここのなぜ昭和36年の4月1日まで生まれた人だけが対象になるのか、女性はその5年後に生まれた方がどうして対象になるのかとよくわからない。昭和60年にこの受給開始年齢が60歳だったものを65歳にこの60年の法改正で決まっているというところまでは分かったんですけど、どうしてこの36年4月1日生まれまでの方に限定しているのか、ちょっとここはよくわからないので、ご存知の方がおられましたら教えていただければと思います。あと10年ほど経つとですね、全員もう65歳からの年金支給となるんで、この特別支給の老齢厚生年金っていうのはなくなると思うんですね。参考までに特別支給の老齢厚生年金とはということで QR コードをここにも載せておりますので、また再確認したい方はご覧になってみていただけたらと思います。ですので、晴れて事前送付用の文字が取れてですね、通知書が一本化できて費用削減になると思うんですね。この1番は、私の場合例にしますと、1番は62歳の時来たわけですね。で、2番が65歳の時来たわけですね。で、あと10年ぐらい経つと、っていうか皆さんも65歳からの年金支給になりますから、一本化できるわけですね、通知書が。かと思いきや、次は65歳からの年金支給を必ず70歳に伸ばすでしょうね、きっと国は。ですので、また事前送付用の出番が到来すると。なんとか一日でも早く紙の郵送を廃止して、電子登録を推進し、費用削減を図ることで、年金のアップにつなげてほしいと思っております。今度はそれぞれの通知書の概略を説明させていただきます。まず、1種類目の年金請求書事前送付用ですね。私の場合、62歳からの特別支給の老齢厚生年金が初めての年金でしたので、その年の誕生月の3ヶ月前に、この年金請求書が送られてきていました。これ20ページ近くある書類となっていてですね、最初の1ページ目をここに表示させてもらっています。記載する項目は、住所、氏名欄がここにあってですね、あらかじめもう入力されてましたですね。入力内容に間違いがないかどうか、それからやはり署名と
電話番号の記載は必要でしたですね。2つ目に、ここに自分が受け取りたい年金の振込口座、これを記入するようになっております。あと、これまでの年金記入の確認とか、いろいろありまして、他に全部で11項目あります。ここでは詳細は割愛させていただきますけど、記入方法など詳細は、ここにまた QR コードを載せさせてもらいましたので、日本年金機構の関連サイトへリンクしてますので、ご覧になってみてください。それからマイナンバーとかあると添付票となるようですけど、当時私、マイナンバーカードを持っておりませんでしたので、戸籍謄本とか住民票とかを役所で取得して添付した記憶があります。また、郵送する方法もあったと思うんですが、年金事務所に行って手続きをしています。いろいろ疑問点などを聞いてみたいと思って行った記憶があります。それから紛失した場合のためにですね、様式第101号という用紙が日本年金機構のホームページからダウンロードできるようになっています。あらかじめ住所とかは打刻されてないんで、自分で一から入力しないといけないんですけど、なんでこれ101号ってなってるんでしょうか。ここはよくわからないですけど、今年初めて確定申告を e-tax ということでマイナンバーを使って行ってみました。無事に税金が還付されてきました。ということは、この年金請求書を電子化することは可能ということだと思うんですね。ですので、所得控除や税額控除など複雑な税計算は不要ですので、一刻も早い国税庁と日本年金機構のシステム統合を望みたいと思っております。はい、続きまして2種類目、3種類目の年金請求書、はがきの概略を説明させていただきます。特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人が65歳を迎えるときに郵送されてくるはがきということですね。下級年金欄のありなしで2種類あり、私の場合は2の用紙となってました。これですね。これ実際に今からだから2年前に年金請求書はがきというのが送られてきました。下級年金対象者の欄ということで、下級年金とは65歳の時に厚生年金の加入期間が20年以上ある。それから65歳未満の妻がいることということですね。その妻も厚生年金は20年未満の加入期間であることという、条件がついてますですね。そういう場合に下級年金が夫の年金に上乗せされる仕組みとなっております。私の場合は年額39万円ですね。月3万円もオンになってるわけですね。ですから、こういう面でいくと、かみさんには感謝でしょうかね。しかし、かみさんには黙っとかないといけないと思いますね。これを言うとまた、私も半分ちょうだいとかって言われそうな気がしますから、ちょっと、ここは内緒にしとかないといけないというところでございますね。詳細は、この QR コードで確認していただくと、助かります。それから確認点ですね。振り仮名とか誕生日はですね、あらかじめ入力されていましたということです。62歳の時に特別支給の老齢厚生年金を受け取った時に、年金請求書、事前送付を送っておりましたので、その情報をもとに、あらかじめそこは入れてくれているという状況ですね。それから、ここの黒い枠のところにありますが、63円切手を貼って投函するというふうになっておりました。ただ今の用紙、この丸2、丸3の用紙を見ると、そういう文字が見当たらないんですよね。この裏に書いてあるのがちょっとよくわからないんですけど、今はそういう切手を貼らなくてもよくなったんでしょうか。それから確認点の3つ目は、下級年金対象者がおられない方でもということは、妻がいない方ですね。亡くなったとか、妻がおられない方でも、3の用紙は廃止し2の用紙に統一して、その配偶者のところは空欄にして出せばいいわけですからね。2の用紙に統一しても良さそうに思いますね。それから、はがきのこの封書にですね、記入の仕方という取説っていうんですかね、入ってたんですけど、この赤枠のところがちょっと気になってるんですけど、提出不要っていうのがあるんですね。繰り下げっていうのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金ですね。つまり、国民年金と
厚生年金とどちらかだけ繰り下げる方法もあるし、どちらも繰り下げる方法もあると。どちらも繰り下げしない方法もあるということですね。どちらも繰り下げを希望する人、この方は提出不要だってなった、このハガキをですね。こういうやり方っていうのは、意思を持ってハガキを送らないっていうようなことであればいいかと思うんですけど、ハガキがどこに送られてきたのかわからなくなっちゃったとか、紛失したとかっていった場合は、ハガキは出せませんよね。その方でも繰り下げとなると、ハガキを出さないと繰り下げになるということですから、そういうやり方っていうのは、ちょっとどうかなと思うんですよね。両方とも繰り下げを希望するんであれば、両方ともこの丸をつけるようにしたらいいかと思うんですよね。繰り下げの欄はここにあるんですけど、繰り下げ希望欄の記入について、このハガキを提出しないと年金の繰り下げを希望したことになるというところがやっぱり注意点ですね。で、下級年金がもらえる人が厚生年金を繰り下げすると下級年金がもらえなくなるということです。ですから私みたいな下級年金がもらえる人が老齢厚生年金を繰り下げしてはいけないということなんですね。下級年金がもらえなくなりますから。ですからここも注意ということですね。もし繰り下げをしたいなら、老齢基礎年金の方を繰り下げするのが良いということになります。65歳以上も働けるならば、繰り下げを検討していたと思うんですけど、私の会社は65歳が退職年齢でしたので、繰り下げはしないことにしました。また、社会保険料や住民税は年金から転引きできませんので、それはそうですね、繰り下げするわけですから。ですからその場合は自分で普通徴収ですね、納付しないといけないということになっているわけですね。私は65歳以降は働かないし、年金をもらった方がいいだろうと思って、繰り下げはしないということにしました。はい、今までのまとめということで、年金請求書第5話ですね。概算費用が3億6000万円ということでした。今回の通知書、年金請求書は、初めて年金を受け取る方へ一度だけ郵送されてくる書類となっています。この年金請求書を提出したら、2ヶ月後に年金証書という通知書が届きました。また、年金の受給資格期間を満たしていない方には、60歳になるときに年金に関するお知らせというハガキが到着するということになっています。ですので、この2つを12番目、13番目で新しい通知書としまして、追加で調査してみたいと思います。それでは、第5話はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。